我です。我です。さあ、今日も頑張りましょう。賢者でいいっすね。ゲーム実況始まるよ。今回は第171回実況メインクエ暁 6.55 ひよこ2匹の FF14 PC になります。さあ、どんな展開になるんでしょうね。ID とかあんのかな、ちょっとよくわかんないですけど。モフ推しです。ド M なのでビンタはご褒美ですが、マイペースなので放置プレイは苦手です。前半で ID やってたらないですよね。これが一番最後か。月ですね。ひな鳥ひな鳥ひな鳥。全然覚えてないです。やったっぽいですね。前半多分やってんですよね。放滅と ID 両方やってんですね。普通にシナリオだけは進んでる可能性高いですね。で、ひよこさんも来ましたんで、じゃあ早速やりましょうか。いいですね。OK。じゃあ始めたいと思います。こんばんは、モッサンとジアンです。本日もよろしくお願いします。ひよこ2匹の FF14 やっています。本日はメインクエがメインとなっております。時間が早く終わって時間が余ったら、あれをやりましょう。タタルさんのやつですね。というわけで、誘ってください。どこに行けばいいんだ。ラザハンか。よし。では、ラザハン行きましょう。うえい。なんだかしらボイスも入ってるだろうし、のんびりできると思います。というわけで、メガドゥガドゥですか。最後です。バルシャですね。アジダヤもいますね。いや、いいっすね。アジダヤがいるってのがね、いいっすね。もうね、悲願ですよね、バルシャ。冒険の兆しは突然に。カーズ、たった今、監視が、知らせてくれたのが、君宛てに伝言をことづかっていたのことだな。でも、バルデシオ委員会が承諾したことがあって、じゃあ、あれ、オートシャーレーに行けって流れですかね。彼らにもボイドに渡る際に世話になって、私にも手伝うことがあればよかったのだが、残念ながら君でなければならないらしい。他に優先すべき案件がないなら、ぜひともオールドシャーレーに向かってくれないか。おじかつんじかが、取り付いてくれるそうだ。来て即オールドスタイルやんか。さて私はもう少し姉さんと七周を回ってみるとしよう。人々の営みを心ゆくまで堪能してもらうために。仲いいな、姉さんと。それでは失礼する。またいつか君たちと共にかけられることを願っているよ。はい。おじかつんじか。よし。
びっくりマーカー吉田っすよね。はい。バルデシオ。さあ、久々に5の BGM 聞きましょうか。トゥントゥントゥン。よし。カードお帰り、伝言を聞いて来てくれたんだね。クルーとグラハー呼んでくるからここで待ってて。久々に来たような気がするね、こっちが。お、来たね、クルー。と、グラハーか。グラハーはまあね、あれですね。あれであったからいいですよね。まあ、クルルもそうか。クルルも結局あっち側で合ってますよね。アライアンスか。あっちで。来てくれてありがとう。ボイドや十二神の剣大変な戦いあったばかりなのに、呼びつけちゃってごめんなさい。言ってますね。十二神って。早速要件を伝えたいところだけど、実は相談があるの私たちじゃないの。グリーナーのエレンビルさんがあなたに連絡を取ってもらえないかって尋ねてきたの。お、来たね。ウサギですか。前回会った時に遠出をするって言っていたから随分と帰りが早いなと思ったんだけど。何か予定を変更せざるを得ないトラブルが起きたのか。前回最後に出てきたんですね。詳しいことはわからないけど紹介したい人がいるみたい。彼は今あなたが来るまでに用事を済ませておきたいからって魔法大学の方に行ってるよ。よければそっちに迎えに行ってみない。これなんでフードを外してるんですかね今回からフードを外すって流れなんですかね、来るよ。どこに行くって魔法大学。はい。OK です。さて、エレンビルさんはと。ボイス付き。悪い。帰って手間をかけたみたいだな。ギルドに収集の依頼が来ていた品をたまたまあっちで見つけたんだ。それで納品に。あっち？身につきばっかじゃねえよ。トラル大陸。こっちではもっぱら新大陸って呼ばれてる場所だ。うん。あなた西方の新大陸に行ってたの？早速新大陸の名前それじゃあが出てきた。紹介したい人っていうのは？ああ、トラル大陸から連れてきた。いないな。はぐれちゃったのかしら。はあ、来たね。新キャラ？悪い悪い。いろいろ物珍しくてつい寄り道しちまった。ああ、来たね。新キャラですね。まったくうろうろしてる間に目的の人物が来たぞ。こいつがオタクの探し求めてる冒険者どもだ。戦士っぽいな。おお、確かにお前が言うだけあってただものじゃなさそうだ。ロスガルの女じゃねえか。早速出てきましたね。トライオラの王女だ。そっか、これバージョン7で選べるんでしたっけ。なるほどね。トライオラ、その名前どこかで。ロスガル。トラル大陸を滑る王国の名であり、ちょっと待って、猫背じゃねえじゃん。その首都の名もある。まさかの猫背じゃねえんだけど。いや、なんでモッサーは猫背だろ。担当直入に言うぜ。お前、私とトライオラまで来てくれ。いや、猫背じゃなさすぎる。なんで猫を反してんだよ。いきなり言われても
返事に困るだろう。ちゃんと理由を説明しろ。それもそうだ。我がトライオラ連王国では近々ある儀式が執り行われようとしていてな。継承の儀。早い話が次代の王を選別するための試練だ。うん。私は王女としてその儀式に参加する。そして勝ち抜き王位につくつもりだ。そのための協力者を探してた時にこいつからお前の話を聞いたんだよ。とにかく強くて度胸がある、湧き出る異形の獣たちをバッタバッタとなぎ倒し、天の果てまでかっ飛んでって世界を救ったやつだってな。エオルゼア一強いやつを教えろと言われたんだ。俺はもっとちゃんとモ説明した。フ王子です。女子寮の管理人をやったことがあるのですが天国でしたね。あの頃に戻りたいぜ。トラル大陸まで来てくれ。トラル大陸まで来てくれ。まだ行かないし。ちょっと待ってくれ。まだ行かないし。ウクラマトだったよな。トライオラの王子だと言ったが、あの大陸を治めてるのはマムージャ族だって聞いてるぞ。ああ、そういやお前らはトライオラのことをマムージャ万国と呼んでるんだったな。確かにトライオラを治める連王はマムージャ族だ。それも2つの頭を持つ相当のな。なんか FF11 のアトルガンをイメージしますよね、身体。だけど血のつながりなんか関係ねえ。マムーじゃない。私は育ての親である連王のことは本当の親父、家族だと思ってるからな。なるほど、そんな事情だったのか。ぶしつけなことを言ってすまなかった。気にすんな。私だってこっちのことはよく知らねえんだ。ってそうだった。まだ互いのこと知らねえのにいきなり恋なんて言われても困るよな。聞きたいことがあれば後でちゃんと話す。ただ一つ、お前が冒険者なら悪い話じゃねえってことだけは知ってほしい。これは噂で聞いた話だけどな。今回の継承の儀には前人未到の黄金鏡やトラル大陸最強の幻獣バリガルマンダが絡んでるらしい。どうだ、面白そうだろ。そういう話は大好きだ。いいね、気が合いそうだぜ。トラル大陸には他にも多くの秘境や猛獣が存在する。絶対にお前を退屈させねえはずだ。噂になんて踊らされるなよ。黄金鏡なんて寝物語の中の存在でしかない。何言ってんだ。お前だってチビの頃探してたじゃねえか。見つけられなかったからってすねるなよ。トライオラ連王国にトラル大陸の黄金鏡、あの手紙に書いてあった通りだわ。これも気になるね。ま、継承の儀の内容がどうであれ、王を決めるための試練が簡単なものであるはずだね。安心して背中を預けられる協力者が必要だ。だからよ、これから一緒に狩りでもしようぜ。互いのことを知るにはそれが手っ取り早いだろ。でもクルルは絶対来ますよね、今回は。オープニング見る鍵屋と暁メンバー全員来るっていう流れですよね。みんな来る。エスティニアンとかどうだったかちょっと覚えてないですけどね。撮りましょうか、1枚じゃ。1枚撮りましょうか。
ですね。猫背じゃないモス。かなり健康的ですね。反ってますもんね。これは長生きしそうですね。オッケー。その瞳が見据えるもの。トラル大陸ってだけで驚きなのに黄金鏡だって。こいつはすごい冒険の予感じゃないか。って違う。突然誘いと会っちゃうのっていい話かどうかわからないよな。だからこそ互いの仲を深めようという提案、俺は賛成だ。しかしこの近くで彼と言ってもな、一体どこへ行けば。さっきギルドシップの窓口にも挨拶してたので、そこで聞いた依頼がちょうどいいかもしれない。先日オタクラに向かったハームと、そこで普段おとなしい動物たちの行動に異変が生じ、これまで中荒ぶっているそうだ。研究者たちの手には負えないらしくて、原因を突き止め、必要ならば討伐してくれという話だ。その依頼を引き受けるのはどうだ。ハーム島ならそう遠くないし、人たちも、ハーム島に行くんだ。そこへよし決まりだ。そこにしようぜ。ただし、私はトライオラの拷問な獣相手に鍛錬を積んできたんだ。生半可な獲物じゃ互いのことを知る前に終わっちまうぞ。狩りを通じて背中を預けられる協力者。ごめんなさい、私ちょっと準備してくる。次に追いかけるがみんなは先にハーム島へ向かってて。そういうことなら遠慮なく、俺たちは知心の港へ行くとしろ、リードシップの依頼だと話せば船を調達できるはずだ。夏でしたっけ、販売。夏ですよね。ちょっとあれですよ、予約開始したら横さんに教えてもらいましょうか。いやもう今回あれですね、パックのやつにしようかな。こっちじゃねえよ。飛んでった方が早かったっす。まあいいか。高い方を買うかいつも悩んでるんですよね。乾燥してるからまああれなんですよね。買う必要もないんですけど。地震の都。吉田に話していくか。ちょっと待ってね。吉田忘れそうなんで。すげえ話してないですね。ゼロです。まあ、これは朗読しなくていいっすよ。吉田ですから。
でも全部やろうと思ったけどめんどくさいんでいいや。後回しにしましょう。こっちかな。ああそこがハームト行きでしたっけ？なるほどね。前にこうだったんですね。もっとソロコンテンツだ。ソロコンテンツっぽいですね、王子です。はい最近からじゃあ行ってきますか日本の薬局に野菜と肉が置かれるようになってスーパーに全く行かなくなりました。遠出をするのは外食時になります。トラ大陸はずっと波に揺られてようやくシャーレアに着いたっていうのにまた船に乗らなきゃならないのか。けど向かう先獲物がいるなら構わねえで早く行こうぜ。さあお前の準備はいいか。まあここは長いんでしょうね。アイテムレベル660。なんかめちゃくちゃ高い気がしますけど。あ、ハームトースね。ここからは歩いていくぞ。生き上で散々行ったからな。こっちにもこんなでけえ流氷があるんだな。ヨカトラルにも負けてねえぜ。な、おい、白いクマがいるぞ。うまそうだな。食べようとしてる。襲いかかってこないやつにまで手を出すなよ。あくまで目的は危険生物の討伐なんだからな。分かってる分かってる。あれがエーテルが湧き上がる島ってやつか。そう、ハーム島だ。と言ってもエーテルが湧く間欠泉があるのは島のずっと奥の方らしい。お前は何でも知ってるな。地の都の近くにこんな場所があるだなんてコーナ兄さんからも聞いてなかったぜ。あの人もさすがにこんなところまでは来てないだろう。ラビリンソスくらいなら見学できたかもしれないが。それって町の地下にある空洞のことだろ。作り物の空が広がってるなんて信じられねえよな。そのコーナ兄さんっていうのは、察するにこっちへ来たことがある人なのか？コーナ兄さんは私の2番目の義兄さ。ちょっと前までシャーレアに留学してたんだよ。トライオラに帰ってきた途端、あちらの先進技術はすごいとまくし立てるのなんの。それで私も一度は来てみたかったんだ。さっき見学してた魔法大学、あれも兄さんが通ってた場所でさ。魔法大学の学生だったのか。優秀な人なんだな。でもウクラマトの義兄ってことは王子だろ。異国の王族が留学に来ているとなればもっと噂になってそうなものだが。厄介なことにならねえよ。上に掛け合って身分は伏せてたらしい。兄さんも養子で見た目はお前と似たいわゆる巫女って族なんだ。なら、言わなきゃバレねえだろ。あ、巫女って族なんだ。養子だから。なるほどね。けど一度うっかり口を滑らしちまった時には教授に質問攻めにされたとか。その時の様子が目に浮かぶよ。俺だって教えてもらいたいことばっかりだ。お前にもこの狩りを通じて私のことを知ってもらうぜ。まあ、ロスがあると巫女ってが多そうですよね。この先に調査に来てる研究者たちがいるはずだ。そいつらに会って状況を確認しよウサギもいるかな。
うん。獣の傷跡を探せ。この先に依頼主の研究者がいるはずだ。北東に見える建物を目指して進もう。普段はおとなしい動物が荒ぶってるって話だったな。何でもいいさ。襲ってくるやつは全部まとめてぶっ倒してやる。よっしゃー、狩りまくるぜ。クラマトがタンク取る。まあいいですね。ID やってる感じで進む誰か感じです襲われてるぞ。おらおらおら、私の斧は軽くねえぞ。なるほど、妙だ。本来は温厚な種なんだが。ありがとう、平気で。話しかける。他の仲間は話しかけらんない。助かって本当にありがとう。討伐依頼を出したって聞いたから、それで来てくれたのかな。で、君はカーズ、この星を作った冒険者じゃないか。こんなところであれなんて驚きだよ。私はここで崖を渡るための移動装置の点検をしていたのが、周囲に動物を急に切り立って襲いかかってきたんだ。この先の一帯でも、異変が生じられているらしいが、君たちならなんとか、手がかりをつかめるかもしれない。崖の向こう側に渡って依頼主の研究者と話してみてほしい。装置の最終確認をするから少し待っててくれ。お前、本当に有名な冒険者なんだな。英雄ですか。有名なだけじゃなく凄腕だ。俺が保証する。さあ早く行こうぜ。うん。なかなか面白いもんがあるじゃねえか。あいつが依頼者か。うん。話を聞いてみよう。おっと、こっちは行ったことないですかね、もしかしたら。うん。依頼を引き受けてくれた冒険者ですね。ああ、まさかあなたが引き受けてくれるなんて。実は最近見慣れる魔物が死亡しているようで、その影響を受けて島の動物たちの様子もおかしくなってしまったのではないかと見ています。この扉の向こうの一角は、特にひどい状況です。本来おとなしい種まで暴れていて、私たちは中に入ることもできません。そのため暴れている個体を沈めつつ、元凶と思しき外来の魔物の痕跡を調べていただきたいのです。何か分かったことがあれば知らせてください。よろしくお願いします。この程度、私一人で十分だ。ぶっ飛ばしてやる。うわーすげえ、一発で倒してる。なんだなんだこんなもんか。強いねさあ、獣の痕跡を探そうぜ。魔物の死骸。鍵詰めでやられてるな。前にもこういう傷を見たことがある。まあそうですね。いいね。まあゼロはようやく狩りらしくなってきた。ゼロは今後出てこないだろうし、ゼロの代わりになんなんですかね、このクラマトって。うわ、結構広いですね、こっち。フィールドみたいな感じ。ゴワゴワした羽毛が散らばっているこの辺りで暴れたの。襲われた獣の羽か。それとも襲った一枚取りたいっすね。いっちゃった。獲物は焼いちまうか、それとも生で食うか。いっちゃったけど、ちょっと一枚取るか。食べられること前提で話すなよ。いっちゃいましたけど、取りましょう。
仲間ともに調査しよう。モフおじです。本当は公式サイトの方でもゲームを随時更新していきたかったのですが、諸事情により更新ストップしています。申し訳ございません。動物の糞が落ちてる。まだそれほど時間経過していないよ。まだ新しいな。標的のものなら近くにいそうだ。もういるね。こいつら巣を荒らされたから興奮してるんじゃないか。耳覚えがねえな。何にせよやる気なら受けて立つ。いや、普段の ID もこれぐらい楽ならいいんですけどね。いや、ウクラマと強すぎでしょ。話すってなって。なんだ話すって。こっちか。お、ボスっぽいの出てきたね。たくましい翼に鋭い鍵爪。見つけたぜ。私の獲物だ。おっと、さらになんか出てきたね。うおー、でっけえ。なんだこいつは。喋ってる。コリブリだしかも。喋ったコリブリかよ。でかいな。あんな飛び方するのコリブリ。滝の方に向かったぞ。俺はここで研究者たちの安全を確保しておく。あの魔物はオタクらに任せた。行こう、ウクラマト。あそこにいますよね。リムさんの東のところのコリブリいますね。さっきのはビビったわけじゃねえぜ。いきなりだったからちょいと驚いただけだ。それ一緒じゃないか。いい加減腹も減ってきたところだ。とっとと片付けて飯にしようぜ。うるせえクソ鳥、丸焼きにしてやんぜ。さあ行きましょう。ジャイアントコリブリを倒せ。一枚取りたいっすね。よし、行きましょう。驚かせやがって。喋ったから何だってんだ。いや、もうカメラ位置悪いな。骨も残さず食ってやるからな。覚悟しろよ。いい感じで映んない位置にいますね。でしょ。腹立つクソ鳥だぜ。いちいち私の真似すんじゃねえよ。
真似すんじゃねえ。ペッキングフラリー。おっと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 。おっと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 。順番タイプか。あ、こんな大きさのコリブリ見たことないぞ。やべえのが来そうだ。お前ら頭一箇所に集まれ。頭ありですね。バリ。おつかった。おっと、やばいの来てんな。任せろ。バリアおお、戦士だ。やるね。おいおい、頼むぜ。よし。まずい。みんな散らばれ。よいしょ。わお。やりやがったな。高速。わあ、またこのパターンかよ。レディーちょっと急に来たやつ、ちょっと急に来んのやめて。危ねえ。で、どうにか壊さないといけないのか。よいしょ。よいしょ。助かったぜ。いや、間に合うのこれ。結構ギリギリだぞ。秒で破壊する。てえな。それで本気かよ。全然聞いてねえっての。聞いてはいると思うんですけど。食らいやがれ。これぐらい朝飯前だ。よっしゃー、そろそろとどめだぜクソガリ。完全にオウムタイプ。まあコリブルあれですもんね。魔法と跳ね返しますもんね、確か。よし、コンプリート。FF11 でレベル上げするときにたまに跳ね返すの。黒魔同士涙目の跳ね返し。もう終わりかよ。やっと体が温まってきたってのに。なかなか強敵だったな。だが見事な斧さばきだった。まあな、この程度は当然だ。
お前たちの動きもめちゃくちゃ良かったぜ。やっぱ狩りに来て正解だったな。もっと生きてるね。毎年大晦日はテレビを何かしら見てのんびり過ごしたいと思います。ご了承ください。笑ってはいけない復活してくれんか大きさが違な。うし、あんないやらしい技も使いはしないなんで。気づいてんのに何も言われんで。だよな。でなかったらもっと簡単に。私に任せて。お来た、来る。ほんと、なんか持ってきましたね。なんだこの筆みてえな。うわー、なんかモーリーが出てきた。何やね。倒れたんです。あれですかね。心情病ですかね。確か。あ、しかも装備も変えてきたね。遅くなってしまって。ちょうど研究者たちを避難させたところに今回戦そいつがうん駆けつけてきたんだ。あーじゃあ今回クルルは戦うん状況説明だを。しつつここへ連れてきた。なるほどね。準備をするって言ってたのはこれのことだったのか。継承の儀の話を聞いたとき、私も参加できたらってやっぱ思りったの。イスティニアの代わりですかね、やっぱり。予想ですけど。それに足る実力があるってこと、この討伐でウクラマトさんに示したかったんだけど、すっかり出遅れちゃって。いやお前も強いな。おかげで助かったぜ。よかった。お役に立てたなら幸いよ。で、どうしてまた。しれっと心情になれるのは最初からなっといてけど。ハイデリンに会うため、アイティオン聖唱教から聖海に潜ることになった時、私は残ってサポートをすることを選んだでしょ。うん。理由はあの時も話した通り、私の実力が前線を駆け続けてきたみんなに遠く及ばなくなっていたから。なるほどね。その間に修行かなんかしたんですか。それがうん。ちょっと悔しかった。ウルティマトゥーレに送り出す時だって、もっと戦う力があればって思ったわ。だから週末の一件が落ち着いた後、隙を見て修練を重ねていたの。クルルはガラフ以上に強いんですけどね。本来。まずは戦い方を見直すところから。アリゼやサンクレットさん、他のみんなだって自分の能力や状況を踏まえて戦い方を改めたでしょ。そして行き着いたのが完全に筆じゃねえよ。すごいっすね。こんなの使えるんですかね。十二賢者リルムが伝えたという秘術、ピクトマンサーの魔法だったというわけ。ピクトマンサー。これが新ジョブか。ラハ君だってどんな状況でも誰かさんと冒険できるようにって、こっちでもその戦い方を選んだじゃない。私も一緒よ。置いてけぼりはもうたくさん。違いない。しかし継承の儀に参加したいっていうのはどうしてだ。これまでの冒険とは事情も随分違うと思うんだが。うん。これ説明してくれんのかな。実はウクラマトさんに見てほしいものがあるの。これはバルデシオン委員会に保管されていた手紙よ。宛先は委員会の創設者でもあるガラフおじいちゃん。送り主の名はかすれてて後半が読めなかったのだけれど、トライオラ連王国のグルー
と記されてる。うん。グルージャジャ。私の親父、トライオラ連王国の連王だ。親父なんだ。うん。中にはなんて？トラル大陸の黄金鏡について調査を依頼したいと。連王自ら黄金鏡の調査依頼だって。本物だとすればだいぶ興味深いな。これが本当に連王からの手紙なのかどうか、王女であるあなたならわかるんじゃないかしら。連王はロスがですかね。男の方ですかね。あっちはかなりの猫背だと思いますけど。これは連王が書いたもんじゃねえ。トライオラではトラル公用語って言葉が使われてるんだ。うちは多種族国家でさ、それぞれがバラバラの言葉を使うから共通の公用語を作る必要があったのさ。その際、どれか一つの種族の言葉を強制するんじゃなくて、世界的に広く使われている言葉を参考にしたらしくてな。エオルゼア共通語に似てるのも道理だろう。だからこうしてお互い意思の疎通には不自由しないってわけだな。で、この手紙はというと、完全にお前たちの言葉で書かれてる。親父の直筆ならトラル公用語が使われるはずさ。国章が押された風浪もついてるが、そもそもトライオラじゃそんなものは使わねえよ。それじゃあこれは偽物の手紙ってこと？おっと悪い。いろいろ言ったけど、連王が送った手紙には違いないと思う。署名は本物だし、誰かが代筆したんじゃないか？うん。そう、よかったわ。ありがとう。やっぱりガラフおじいちゃんとトライオラの間には何らかの交流があったのね。私、おじいちゃんがトラル大陸で何をしたのかとても興味があるの。今後のことを決めるためにも、まずはあなたの国について聞かせてもらえないかしら。ああ、いいぜ。もともと私やトライオラのことを知ってもらうための狩りだったわけだしな。ただし話はこいつを食いながらだ。腹も減ったし、熱々の料理を用意しようぜ。いや、これ食うのかよ。こいつを食うのか。ミコってですらそう言ってますけど。完全に獣なんですね。ロスがあるだから。ああ、ちょっとクルル、ひよこさん来たらクルル取りましょうか。せっかくなんで。ひよこさん待ちましょう。すげえこっち見てますけど。了解。もうめんどくせえな。待ってね。モード車両に飛んで移動すりゃいいか。よし。俺ちなみにいくつにいるんだ？そうそう。あ、俺3人いるわ。なるほどね。じゃあ1いきますよ。はい。どこいんの？現地にいる？ちょっと待ってね。地震の宿。マークついてねえけど。パーティー組んでねえからだ。なるほど。そういうことか。あ、いるね。いますね。そっちなんだ。
こっちじゃねえのこの位置ですモフか、おじです。左利きなのですが箸とかは右で使っているので最近左をあまり使う機会がありません。荷物運びとも3のボール遊びするときに左を使うぐらいですかね。かわいいっすね。ぴょこってしてね。いや、来る思ったよりちっちゃいっすね。こうしてみる。OK です。獲物を無事討伐して、研究者たちも取れた。で、依頼は、守備よく達成できたの。さて、問題は買ったコリブリの肉だが、効果、不効果、地の都で選択肢がないことに等しい。肉を持ち込むならラストスタンドだ。店主のディーコンに、話して調理してもらおう。調理してもらうんだ。ラストスタンドで。はい、見ましょう。コリブリタイムです。東ラノシアのコリブリも食べれるんですかね。オウムを食べてるようなもんですからね。おかず、腹が減って仕方ねえって顔してんな。買ってきた野鳥の肉を調理してほしいって、それがぴったりのレシピがあるぞ。最近船乗りから聞いた最新のメニューなんだ。他でもないお前たちのためなら何人分でもサービスするから食っていいな。さあ食おうぜ。私たちが協力してあげた最初の戦果だ。肉だ。こうしてみるとうまそうですけどね。シャーレアンの料理はまずいって聞いてたけど、なかなかいけるじゃねえか。なんだこれ。匂いが辛い。ウサギには合わないらしい。いつからそんなにやわになったん？辛いもんなんてトラル大陸にもあるだろうが。辛いらしい。辛いんだ。さっきディコンさんから聞いたんだが、ラザハンではある女性が食べていたのをきっかけにして激辛料理が流行ってるらしい。ラザハンで流行ってる。うん。ほら、あの町からシャーレアンに出稼ぎに来てそのまま残ってる人も多いだろ。うん。彼らに喜んでもらうために早速真似てみたんだそうだ。ああ、激辛あったね、一時期。めちゃくちゃ辛いの食ってたな、確かに。あった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 。あれか。なるほどね。辛くねえ。これぐらい辛くなんてね。めちゃくちゃ辛そうでしたもんね、あれ。エスティニアンとかいた時ですよね。あのな、王女なら少しはそれらしく振る舞ったらどうだ。オタクを連れてきた俺の保険に関わる。ほっとけ。た
くお前はたまに口を開けば文句ばっかり。二人とも妙に仲がいいよな。知り合って長いのか？ああ、こいつと私は幼馴染だ。違う、昔からの知り合いってだけだ。幼馴染。なるほど、よくわかったよ。つまりエレンビルさんもトラル大陸の出身ということ？それを知ってたらもっと前からいろいろ聞いてたのに。なるほどね。おあいにくさま。そういうのが面倒だったから言わなくなったんだ。そんじゃこの陰険野郎に代わって私がトラル大陸について話すとするか。トラル大陸にはマムージャ族以外にも私はエレンビルしかり多くの種族がいてな。大昔から異種族間の争いが絶えなかったんだ。だが80年ぐらい前、現国王である蓮王グルージャジャがトラル大陸に生きる全ての種族を統一し国を起こした。グルージャジャってマムージャですかね、名前的に。それがトライユラ連王国なんだったな。以後ずっと戦争とは無縁な平和な世が続いてきたんだが、80年も経てば最強の蓮王もじいさんになっちまう。ここらで王位を譲るために継承の儀を執り行うことにしたのさ。参加できる王位継承者は私を入れて4人。それぞれ参加を許された理由があるとマはいえ、ムージャうじゃうじゃいるのかもしれないですね。普通に。王位につけちゃならねえやつもいる。候補者の中に一人野望を秘めた者がいるってことだ。ガレマール帝国が崩壊したという知らせは海を越えてトラル大陸にまで届いててな。うん。そいつはそれをいい機会だと考えてるらしい。領土拡大を狙って外界へ打って出るべきだってな。せっかく蓮王がみんなを一つにまとめて平和にしたってのに、領土拡大なんてしようもんならまた戦争が起こっちまう。そんなの私は望んじゃいない。だから何としても私が継承の儀に勝って今の平和なトライオラを維持してみせる。だが王を決める大事な儀式に異国の人間が参加するなんて許されるのか？ああ、そのことなら問題ね。多くの種族が暮らすトラル大陸を滑る王にはそれらをまとめ上げる力量が求められる。だから異国人だろうが何だろうが協力者を自由に集めることを蓮王が許可、いやむしろ積極的に推奨してるのさ。それでお前に会いに来たってわけだ。エレンビルから聞いてた以上の腕前にも惚れたが、何より狩りを通じて信用できるやつだって感じた。だからよ、改めて頼むぜ。私がトライオラの王となるためお前の力を貸してくれ。まあすぐに答えられるわけねえよな。だが他の王位継承者に勝つにはお前が必要なんだ。儀式に間に合う限りいくらでも待つさ。それならバルデシオン文館に部屋を用意するわ。こちらに滞在している間はそこでゆっくりしていって。ありがとよ。
遠慮なく使わせてもらうぜ。モフ王子です。ダイエットでカロリー計算したい場合はセブン。持って行ってもいいか？美味しい食料品はローソン。ファミマは大盛り系とパンと台湾ウーロン茶がいいですね。なるほどね。ちょっと安心ってところか。ちゃんと伝わってると思うが、トライオラの未来にかけるあいつの思いは本物だ。王の器かどうかは俺にはわからないけど。有形かどうかはオタク次第、ゆっくり考えてくれ。俺はギルドシップに依頼完了の報告をしてくれ。王子様は肉が飯だとせかすから、順番が逆になったかな。また後でバルデシオン文化にも顔を出す。それじゃあな。銀貨かよ。いやー、どうしましょうか。キャビアサンド。明日に一歩。お、これ最後ですかね。なんか報酬もらえますね。さてと、いろいろ話してもらったおかげで、ウクラマトが抱える事情については把握できたように思う。けど、せっかく考える猶予をもらったんだ。トラ大役に対して理解を深めるために、ヌーメノン大書院で本を読んでみるのはどうだ。眠くなりそう。今は少しでも情報が欲しい。だな、目的地も継承の義務をやすやすと乗り出せるものじゃない。調べておいて損はないはずだ。では、急げヌーメノン大書院で調べ物をしよう。これか。大学に飛んだ方がそうですね。スンスン。プティング映がいますね。あれそっから入るんでしたっけ？そっから入るのか。青い表紙の書物。青魔法とは遥かなるトラル大陸。そこに住む少数部族、ワラ貴族の魔法を起源に持つ。あるいは自然を崇拝していた彼らは信仰対象に近づくため、獣や魔物に用いる魔法が俺のがもんとする術を編み出した。これは私はラーニングと命名した。そっちから来たっていう流れなんですかね、ラーニングは。私は彼らからその秘技を学ぶため、集落に所属し、共通語を教えることを交換条件にシャーマンに指導を請うた。それを思い出すの辛く厳しい修行の日々であった。ただし、彼らの聖地、青の谷を訪れる光栄にも浴びせた。その名の通り、地下からそみ出した、清林水の、影響で、谷全体が群青で染められた美しい場所だ。やがてわしはラーニングを身につけ、魔物たちの、魔法をがものとすることに成功。もってこの全く新しい魔法体系を青魔法と名付けた。諸君も気づきのだろう。ワラ貴族にとって神聖とされる色、すなわち青。それが、青魔法の名前の由来である。ああ、そうなんだ。いや、うまく書けましたね。お、裏を見ます。色鮮やかな書物。あなたはトラル大陸という場所をご存知だろうか。三大州では俗に新大陸と呼ばれる遥かに西方の大地である。
今で当たり前のように食卓に並ぶポポテやオーガパンプキ、ルビートマトの中の力が選ばれたものだ。第6西暦1498年のこと、レミサロニーサの合憲者ケテンラムが長い航海の西方洋を突破、未知の大陸に到達した。で、北彼は、数ヶ月にわたり内陸部の探検を行い、土着の植物の、種子や、果実を許されと持ち帰った。特にポポとは、その栽培の良いさから、栄養価の高さから、叩く間に各地へと広まっていったのだ。余談だが、ケランラムは、マムージャ族の姫は、マムークを訪れた際、霊王と呼ばれる相当の王に謁見し、親密になったらしい。事実、彼は幾度となくトラル大陸を訪れているんだ。そして、エオルゼは野菜のみならず多くの知識をもたらした。豆たっぷりのプリトンのレシピから、伝承の数々まで。黄金故郷の名を、瞬く間に留守された彼の功績である。ケテンラムの生涯に触れたものはまだまだと遠遠い、存在であるトラル大陸。そこに、いかなる食文化が根付いているのか興味が尽きない。食文化やっぱ気になりますね。この食事もね。新しいコーヒークッキーと人参の次の金作のやつが多分出てくると思うんでおそらくところ変われば住まう生き物変わるも、それはトラル大陸として例外なく、いくつかの土地については、エオルゼムが運び込まれている。一方、未だ我々に目にしたこともない種も少なくない。本書ではそういった新種の生物たちについても船乗りや冒険家の、証言から紹介していこう。アルパカ、草原なる、山の、尾根に潜む百獣の、四脚獣、主に山岳部において、各地として飼育されている。その純白な毛からエオルムが作られるほか、強靭な足腰を生かして、打獣や、奇獣としても利用されるらしい。アルパカは実際しますもんね。ウィビル。はいはい。森林地帯に生息する高林獣の四脚獣。拷問なシダカマムザ族が家畜化しているという。ウィビルも聞いたことありますね。これ竜じゃねえの、ウィビルって。打獣や奇獣としてはもちろん、強烈な、突進力と大きな角を生かし、高超兵器としても用いられる。バリガルマンダー。タラ大陸の伝承規定がある最強の源氏大いなる知念の、上手して伝えるが実在は疑わしい。この辺が出てくるってことですね。重厚な革張りの書物。イルサバード、オサーズ小大陸、そしてアルデナート小大陸。これら三大洲は、東西に長く連なっており、すべてが惑星ハイドリンの、北半球に位置しているの。まだ北半球なんだ。南半球はいつ出てくるんだよ。一方、西方のトラル大陸の南北に長い大陸があり、北半球と南半球に渡って、うわぁ、長いっすね。こっから話を、世界をさらに広げようとしてますね。人の植物も動物も、そうして気温差が少ない東西の移動には順応しやすいが、気温差が激しい南北の移動は苦にする傾向がある。例えば三大洲でアルデナート小大陸に沿った、アラグ帝国が、統進して統一を成し遂げた。近年のガレマール帝国もこれと等しい。一方、トラル大陸で各地の、諸部族が、近隣の勢力と小競り合いを繰り返したが、南北を統一する動きは長らく実現してこなかったようだ。こっちの民は、寒さも強くとも、灼熱の、荒野を越えられず、温帯の民は人口を増やしても、森林の戦いで敗れ去る。南北の気候差の、勢力拡大を阻んでいってきたのだ。マムージャ族の連合によるトラル大陸統一はこうした意味においても異業とも言うよ。いつでも見れますよと。いや、でも、後々南半球に行くって流れになるんでしょうね。だからあれですよ、この10年計画、さらに FF14 の10年計画の中にこの辺が入ってくるってことですよね。いや、あれですよ、これによってあれですよ、これ、外付けにしたんで、ハードディスク、SDD をついに外付けにしたんで、まあ、絶対容量足んなくなるんだよね。こんなパッケージ追加され続けたら。どこに行けばいいんだ？あれだ。
いろんな人が回ってきたみたいな、それがたくさん情報が集まったんじゃないか。一冊丸々取られたいって本はなくても注意深く探せばいくつかの記述は見つかったはずだ。ここで話し込むと魔法人形を送られそうだから、東屋の方に行って情報を整理しよう。モフおじです。冬は喉をやられやすいので冬休みも基本は家にいると思います。無茶しない程度に配信します。さて、まずはあんたの率直な感想を聞いてみたいな。美味しい野菜料理って本をあんたも読んでみたら。領書の中でもトラ体育の情報が見つかるなんて嬉しいサプライズだよな。その本にも彼女に関する話がいくつか載っていた。あんたの興味を持ったのどの部分だ？全部気になりますけどね。黄金鏡について。黄色ですからね。やっぱりそれか。すべてが黄金で作られている幻の都市。どこにあるかもわからず誰もたどり着くことはない。なのに存在だけはまとしなやかにささやかじりの最高に謎めいた場所だよ。多くの人間が黄金鏡を見つけようと旅に出て、そして帰らなかった。継承の儀にふさわしい難題と言えるだろうな。あとはトラル大陸に特徴的な獣もいるとか、あんたはどの獣に会ってみたい？アルパカですけど、大体の。はい。鹿ですかね。あっちじゃよく見かける動物らしいな。荷運びに役立ったり、白い体毛を加工して衣服にしたり、鉱山に暮らす部族にとって大事な友でありながら、ある種、神聖な存在でもあるんだぞ。あら、知った声をすると思ったら、カーズとラフじゃない。アリゼだ。いや、もう、お前らも来るんでしょ、どうせ。ちょうどいいタイミングに来やがった。こんなところで敵言うね。アリゼにある日の、もしかして二人も大商人に調べ物か。この休みを利用して、ガレマルドの人々の今後を考えていてね、ラランとの通商条約が交わされたことを彼らはいくつも国を関わり合っていくことになるだろう。その中でも、元属州も含まれる。それで種族や主義主張が異なる国家との付き合い方について何か参考になる実例がないか、歴史書を紐づこうと思ったんだ。こちらは君たちも何か調べ物をしていたんだろう。黄金鏡だ。多くの種族が住まわトラル大陸を滑るトライオラ連合国か。それは興味深いね。というより探していたそのものズバリかもしれない。私たちも他の国に関する本を読んでみるべきだ。ちなみにその継承の儀に協力できるのは数一人だけど。いや、特にそんなことは言ってなかった。話の流れからしても複数にいても大丈夫そうな印象を受けた。受ける気満々じゃん。休みのいい使い道を思いついた。うちに戻って私たちも作戦会議よ。アリゼ。いや、もう乗り気ですね。どうやら方針を変える必要がありそうだ。すまない、失礼するよ。休みの時くらい立ち回ったっていいだろうね。二人とも歩き続けずにいられないんだ。それじゃあ俺たちもバルデシオン文化に戻ろう。あれかな、サンクレットとかも出てくるのかな。結局誰が来るかっていう感じですもんね。言いましょう。まあいいか。歩いていくか。
喋りそうですね。いや、いろいろ聞いたり調べたりしたが、肝心なことを聞いてなかったと思ってさ。あんたはどうしたい？ウクラマトの助っ人になるって話、受けるのか？まあ、受けないと物語終わっちゃいますからね。新しい冒険なら大歓迎。あんたらしいな。そうやって言い切れるならそれでいいんだと思う。継承の儀とかそれに関わる責任だとか厄介な問題もありそうだけどさ、現地に行って人々と触れ合って、その中で何がいいかを判断しながら旅をしていく。きっとそれが冒険者流だ。トライオラは遠い。大書院にさえ大した記録がないようなほとんど未知の国だ。あんたがそこで何を見て聞いて感じて考えるのか、想像するだけでなんだか俺までワクワクする。生きていく、それが人の答えだとして、あんたは自分の旅路に何を見つけるんだろう。それまで好きに歩いてみればいい。旅の終わりは明日への一歩。道はまだ続いてるんだからさ。あ、そうだ、それなら俺アゴラに寄ってから帰るよ。先にバルデシオン文館に入っててくれ。サンクレット。にやりじゃねえよ。いやー、こっそり聞いてるじゃん。あとは誰ですかね。ウィエンジェ。ヤシトラとかあの辺か。ウィエンジェ、ヤシトラとかがいつ出てくるかですね。まだまだ続きそうっすね、シナリオ。カードを買い、ウクラマツさんからたちの部屋にいるよ。何か伝えたことがあるならみんなを呼んでこようか。わかった、じゃあメインホールで待っててね。あ、ちょうどこの地図がありますね。もう世界地図をまたさらに常に見せてくんないとね、わかりづらいっすよね。マップから見りゃいいんですけど。答えは出たって顔してるな。それじゃあ聞かせてくれよ。
自分のために新たな一歩を踏み出したい。課金は続く。なら私の依頼は最適だな。未だ前人未到の地が残るトラル大陸が待ってるぜ。モフ王子です。最近のマンションはいいですね。ゴミをいつでも出せたり、来た、アリス。宅配ボックスも便利です。不在していても問題なし、エントランスや共有スペースでまったりもできどっます。ちも来んのかよ。アリスにアルフィノ君兄弟片方でいいの。一体どうして実は二人には一度ヌーメノン大書院の前で会ってウクラマトのことを話しててさ。で、さっき俺がアゴラで買い物してたらそこでまた声をかけられたんだ。私たちも彼女に会わせてほしいってな。お前らがあれだろ、カエルになって尾行してたって双子。そこエレンディから聞いたぞ。そこかよ、その話してんのウケんな。だいぶ前ですね。ちょっと他に言うことなかったカエル。事実だろ。事実だろ。はじめまして、王女殿下。私はアルフィノ、そして妹のアリゼと申します。よせよせ、そういう堅苦しいのは嫌いなんだよ。それよりもさっきの言葉の真意を聞かせろ。お前たちも継承の儀に参加したいのか？では遠慮なく。私たちはガレマルドの復興を手伝っていてね。あちらでは今諸外国や多くの異種族といかに和解し相互協力へと進むのかが喫緊の課題になっている。そこで多種族を束ねることで成立したトライオラからいろいろと学ばせてもらえたらと思ったんだ。なるほどね。無論継承の儀に関しても全力で支援するよ。構わないぜ、何人だって歓迎だ。そっちもエオルゼアやガレマルドの話を聞かせてくれよ。じゃあこれで堅苦しいガレマルド人もね、ちょっと柔らかくなったら面白いですね。頼もしいお仲間が増えたんだ。俺はお役御免ってことでいいか？もう帝国の脅威とか一切考えなくていいですからね。バカ言え。お前には儀式の本番まで付き合ってもらうって最初に言っておいただろ。こいつらは強い、凶暴な獣だって倒せるが、何せ初めての土地だ。危険な植物や立ち入るべきじゃない場所は分からね南半球にも帝国があってもおかしくないですけどね。え。お前はそういうの得意だろ。あっちやばそうなの言うかもしれない。それに黄金鏡の噂、本当はちょっと気になるんじゃねえか？どうしたクリー？ほら、クルルも誰よりも先に行きたいって言ってただろ。ええ、そうなんだけど。どうした？バルデシオン委員会の活動がせっかく軌道に乗り始めてきたのになるほどね。離れてしまっていいのかなって。それなら心配無用だ。クルルには海底遺跡の時に留守番してもらったからな。委員会のことはしばらく俺やオジカに任せてくれ。グラハが残るって話になってるけどラハ君の方こそ。ガラフさんのこと追いかけてみたいんだろ。せっかくのチャンスなんだ。行ってこい。まさかのオールジョブが来ねえの。ありがとうラハ君。チートのオーよっしゃ、ルジョブ。決まりだな。継承の儀への協力者としてお前たちの力を貸してくれ。じゃあこれの出番だな。アゴラで有り金はたいて買ってきたんだ。
金しっかり使ってますね。一番生きてんじゃねよし。レポリットたちとの交流の証に作られた最新の世界地図。ここシャーレアン島よりさらに西に書かれているのが、次の冒険の舞台、トラル大陸だ。一番西のあれですかね。どこがそうですかね。アメリカっぽいですね。結構広いぞ。いや、結構広いですね。東方とはえらい違いですね、広さ。さすがにエンドロールはないでしょ。前もあったんで。エンドロールあんのかよ。いや、前回あったじゃねえけど。早送りに。まあ待ちましょうか。あれなんかありましたよね。あれが終わった後ゼロを倒したことなかったもんですよ。まあこれで行月は終わりってことですね。いいですね。しっかり全部イラストなんですね。はい。まあエンドロール出たんで、これで配信のゲーム1本クリアって扱いにしようかな。大抵 FF14 に関しては、点0と、点5かな ?5 をクリアした時点で今1本、それぞれ1本クリアっていう扱いにしようかな。とりあえず、まあそれぐらいボリュームはありますよね。昔のはあれですね、点3とかでエンドロール流れたりしますけど、基本的には点5でいいかな。というわけで、本年の60本クリアの1本になったと。別にあんま期待してなかったんですけどね。思ったより面白かったですね。週末とか、ゾディアーク入る。あとまああれですよね。エリピスとかあの辺があったのが面白かったですね。
エルプスで、エメトセリフとかが出てくる。まあ、行列の L.0 はまあそんな感じで終末が話になって、それ以降に関しては FF4 のあれですね、オマージュみたいな。ダイエットでカロリー計算したい場合はセブン、美味しい食料品はローソン、ファミマは大盛り系とパンと台湾ウーロン茶がいいですね。ゼロとモッサ。いや、ゼロまた出てきたら面白いんですけどね。結構キャラクター的には人気だったと思うんで、また出てきたら面白いですけどね。ゴールデーザが出てきたらやっぱ面白かったですね。ゴールデーザとゴールデーザ視点の全部出てきて、もう最後にアスラスが出てきましたね。完全に FF4 パレードでしたね。テゲ1以降。ママが、リディアのママが、アスラで、パパはリヴァイアさんだった気がしますね。はい、もうそれは4の、あれですね、配信を見ていただけると、わかると思います。うん。いや、かっこいいっすね。ルビカンテですね。ルビカンテ。エッジのソロ戦が印象深いですね、ルビカンテは。いや、今時間は1時間半。思ったよりかかんなかったっすね。じゃああれですね。いけますね。タタルさんのやつもいけますね。まあ今のうちに休憩をしといてくれればいいですね。長いと思う。ゴールベース。まあちょっと極力情報を見すぎない程度で次のバージョンを楽しみにしたいなと思ってますね、今回。どうせちょこちょこあれですね、エリアの情報見せて、新フィールドの情報とか多分見せたりしてるんだと思うんですよね。ID はこんなとこがあるとか。FF11 は復習しといた方がいいんですよね。確か。アライアンスが FF11 でしたっけね。まあ、どんな感じで登場してくるかちょっと謎なところではありますけど。まあ、そもそもエウレカのコンテンツも FF11 みたいなもんでしたからね。NM がいて。枠条件があったりとか。敵の強さだったり。
死ぬと経験値が下がるみたいな。今回アライアンスなんで、まあ普通にあれですね、進行していくだけだと思いますけど。あれとか面白いです。過去とか、あの辺が出てきたら面白いんですけどね。まあ、アトルガンとか、アルタナ新兵とか、まあその辺あたりが出てくれると面白いですね。このキャラクターとか出てくるのかな。あとあれか、アドリーンとかもあるね。アドリーンも面白いですね。イレブンに関しては。結構、アドリーンはね、確か NPC の数がね、結構多いんですよ。長えな。いやー、これさらにエンドロール長くなってんじゃないですかね。4倍速ぐらいでもいいと思うんですけどね。4倍速あってほしいですね。BGM 変わった。急に FF を見る。ゴールベーザーしてるの。なげえ。もうこっから出てないじゃねえかよ、画面が。しっかり画面を最後まで映るぐらいのエンドロールにしてほしいですよ。まだ続くのかよって。でも海外のあれですね、海外のこのスタッフとかあれですよね、この海外版だけ載せればいいんじゃないのと思うんですけど。この外国人スタッフとか、ちょこちょこ日本人も混ざってんのか、これ。いや、混ざってないですよね。全部海外スタッフですね。あくまでギネス記録の方を優先してるんでしょうね。左側もかなり余白あるんで、こっちも使っていいと思うんですよね。この辺は。同時にこう出して進行してくれればもうちょい早く終わる。ごめん、飽きるからもうゴルレーザーしてんのを曲流してるっていう感じですか。眠くなりますもんね。こんなのずっとです。もう、おもろ来たよ。もう眠くなる BGM かけやがって、月の。あんま出てないシリーズって何でしょうね。まあ、セブンとかそっち系が出てくるんですかね。セブンとか、セブン、ナイン、テン。
まあその辺が多分今後出てくるっていう流れですよね。3出たでしょ、クリスタリン系。で、4は今回あったでしょ。で、5もまあちょこちょこ出てきてるしね。で、エウレカっていうかあれですね。まあ、アルテション委員会の文化の BGM とか、まあ、クルーとか、ガラフとか、まあ、その辺も出てきてますね。まあ、ガラフがいたのかな、エウレカが。で、6に関しては、オメガが6ですね。あの辺が。で、8も、エデンで出てきてますと。そうするとやっぱ7があんま出てないっていう感じですね。まあ、7、インヤンとかの辺は出てきましたけど、まあ、まだ薄いっていう感じですかね、8は。9はもう全然出てきてないっていう感じですね。10もそうですね。まあ、1個は多分全然出てきてないんだと思います。長えよ。スタッフいても黒字になるのすごいっすよね。うちの業界じゃありえないっすもんね、こんなにスタッフがいてね。黒字になるなんて。ゲーム業界ぐらいしかないと思いますね、この数は。まあ今のですね、昔のレトロゲームはこんなにスタッフいなかったんで、かなり細々とやってたんでしょうけど。でもミリオンいかないと絶対こう割が合わないですもんね、基本的に。こんなスタッフいたら。まあ、FF14 はオンラインゲームなんで月単価でちょこちょこ稼げますもんね。あとパッケージ代もありますよね。でもパッケージは普通に買うとすると確か4000円ぐらいですよね。だけど結局みんな高い方買っちゃうから結構儲かるんですね。
お、来たね。あ、そうそう終わりますね。いや、来たね。ついに終わるぜ。吉田の名前が最後に出て終わりかな。フォールガイズのロゴ。まあコラボがありましたからね。天野さんのロゴとかも毎回やって、スペシャルサンクス。うわー、スペシャルサンクスが出始めた。マジか。いやー、ぬか喜びっすね。スペシャルサンクス。ソニー、マイクロソフト。知らねえな。これあれかな、出版社ですかね。うん。IO データパソコン系か。あ、レノボもあるのか。ああ、はい。あれ、それ、パソコンとかコラボしてたってことですね。オール&ファイナルファンタジー14プレイヤーズ。創建。これに出てくる人はみんな重要キャラです。重要キャラ、重要人物ですね。重要スタッフです。はい、終わりました。終わりました。ひよこさんはひよこさん作ってる。いや、これカットしてるな、これ。これカットしてるな。はい。じゃあ行きましょう、ひよこさん。お待たせしました。これが最後ですかね。トラル大陸行きの船はエレンビルさんの方からグリーナーズギルドシップに掛け合って調査してくれてさ。長い旅になるだし、選別に特大ナップサックをどうぞ。それを背負って次の冒険をたくさん楽しんできてね。何か連絡が来たら知らせるから、それまでゆっくりしてるといいよ。ああ、なんか来たね。ナップサック。これアクションなんだ。へえ。ああ、で、ここからあれか。続くが始まるのか。一方、リムサロンウィンサー。おっと、エスティニアン。次の便はいつエスティニアン来んのか来る気満々じゃねえ。どちらに向かう船でしょうか。東も北も行ったし、どこでもいいらしい。いや、これ偶然すれ違う形じゃねえか。じゃあ、西って言ったらもうトランオですもん。トランオ。あれじゃあ、あとはウリエンジェとヤストラはどうなったんですか。一方、オールドシャーレやん。来た、ウリエンジェ。やっぱみんな来るって流れじゃないけど。サンクレット。あの様子じゃ決めたようだぞ。まあそうなるだろうと思ってたけどな。抜け駆けさん。彼らもまたかの地へ。それは実に数奇な巡り合わせか。こっちもあれなんか理由があるんだくる。とはいえ、あいつらとやり合うことになるなんて、さすがに骨が折れそうだ。やり合うって言ってるの気になりますけどね。ではこの依頼、今からでも断りますか。口にした言葉ほどお困りの様子には見えませんが。だな、こんな面白い話断れるか。では早速船を探すといたしましょう。いや、なんで別行動なんだよ。さあ、
とっておきの大仕事だ。みんな一緒に行くって流れじゃないんですね。レッツゴー。俺たちも行くぞ。トラル大陸へ。だからあれですよね、あれですね、トラル大陸の場所な、ある程度いくつかのフィードを渡って、再開するって流れですよね。漆黒に似てる感じですかね、どっちかっていうと。漆黒もね、途中からいろんなキャラクターに出会ったりしましたもんね。そういう流れになりそうですよね。あとはヤシトラか。ヤシトラはどうなったんですかね。留守番ですかね。まさかの。お前、北上海に沈む海底遺跡に行ったことがあるか？エメトセイクか。オサード小大陸の北、流氷に覆われたブラインフロストを越えた者のみがたどり着く秘宝の島を見たことは？新大陸のまばゆき黄金鏡はどうだ？その言葉がまだ印象に残ってるってことですかね。大海原の先に未知の冒険が待ち受ける。胸を躍らせ黄金の旅路へとこぎたたん。ださん。続く。終わった。あれ、ヤシトラ留守番なんですかね。そんならヤシトラの代わりが来るなんですかね。もう早いよ。もうもうしてんじゃねえか。ちょっと待って。ファッションアクセサリーですね。あれじゃあ使わねえといけねえのか。使わねえといけねえんだ。あー、追加されましたね。いや、間抜けだな。間抜けだな。どの辺で撮りましょうか。明るいとこはいいっすね、暗いんで。ここでいいね。うさぎどこにいるの？どこに？いた、グラハがいる。グラハはあそこにいるな。ちょっとグラハに会話だけさせて。グラハと会話だけさせて。ちょっと待ってね。こんなとこ嫌がる。ああ、オッケー。あれか。あ、いますね。確かにこんなとこに。ちょっと待って。一回座るか。一回座ろう。
あの船に乗ってるんですかね。リムサから行く流れっぽそうですけど、こっからでも行けんのかな。で、どこでしたっけ。そんなの持ってんの？いや、さすがにそれ持ってねえぞ。これか、これ。色はもう前、デフォルトの状態になってるのかな。わかんねえけど。ちょっと待ってね、橋。オッケー。これが世界地ですね。で、やっぱここやっぱ一番西に近いんだ、今いるとこは。で、ここからさらに西に行くとトラン王国があるっていう流れですね。はい。で、さらにそこから南に行くと南半球ですよね。いや、まあ、こっから先は多分今後出てくるって流れですよね。北半球はまあそれで終わりになるのかな、よくわかんないですよね。よくわかんないけど。でもこっからさらにこのマップがこういう感じに広がってくるんですよね。まあ、こう広がって、こう広がってるっていう感じですかね。めちゃくちゃ広いっすね。で、まあ、さっきの感じだと、秘密勢力が3カ所ぐらい言ってましたけど、まあ、おそらくあれを全部言った後に、別の名前が多分ちょこちょこ出てくるようになるんでしょうね。別のあれですね、地域のキーワードが出てきたらそこは必ず行くことになるんで、14に関して。まあいいですよね。11みたいに急に、あれですね、パッケージ出なくなるよりも全然いいですよね。あれやる？タタル。もう0時半だけど。じゃあタタル受け行きましょうか。それでも撮りたいの。いや、それで撮る。表示です。ブライブシャツを着てるとやはり肩こりや身体が軽いので無意識に着るようになりました。あ、間違えた。
それどこあったっけな、忘れちゃいましたね。これか。これだ。あったあったあった。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。こんなもんか。よし。オッケー。ここから上がっちゃってもいいっすね。そもそも何の話なの僕。何の話かわかんねえんですけど。あ、ここ入れねえんだ、ここ。めんどくさ。そうですか。あ、いたいた。メジーナ。プラスじゃないんですね。行月に未来につながり大繁盛の輪。お母さん、とってもいい知らせがありますよ。これまで訪ねていただいた各地から装備の注文が続々と舞い込んでいるんです。試供品を配った効果抜群のようですね。おかげこっちはお忙しだ。商品の発送はもちろん制作に協力してくれている各国ギルドの追加発注を舞い込んできてるからな。誰だよ、覚えてねえ。誰だよ、わかんねえ。ハテナって書いてある。はじめましてかな。パーラカの里。パーラカの里。すいません、挨拶がまだでしたが、俺、ハズダーダって言います。メジナやバルサールードたちと一緒にパーラカの里からシャーレアに避難してきて、あの時は本当にお世話になりました。はい。俺もこの大繁盛商店に雇っていただいてるんですが、普段は裏方を担当してまして、あんまり店頭には顔を出していないんです。仕事は忙しいのはいいことですね。これまでにないくらい盛況ってことなんだな。そりゃそうそう。だけど不安なことだってある。俺たちは扱ってるのは消耗品じゃない。だから一度、商品が行き渡ってしまったら、そこで商売は頭打ちになっちゃうぞ。
この波が落ち着いてしまう前に次の商品を準備しておかないとダメってわけね。タタルさんのことだから何か考えがあると思うけど。実は私もいろいろ考えてタタル社に新商品の開発を提案してみたの。いきなり世界中で売れるものを考えるのは難しかったから手始めにここシャーレアの対象としてズバリ研究者向けの装飾はどうでしょうって。自分から提案するなんてすごいじゃないか。タタルさんの反応はどうだった？最初はちょっと難しそうな顔をしてたからこれはダメかもと思ったんだけど。そしたら具体的なプランを立てるために市場調査をするように課題出すやつ。いいじゃない、頑張りなさいよ。それシャーレアン中の研究者に聞いてもらうのか。さすがに現実的だろうとは思えないけど。全員はさすがに無理。守秘義務、とかも厳しいらしくて、ラビリンスをその入場申請も通らなかったし。だからね、広く問答が、解放されている魔法大学に連絡して、職員たちから話を聞く約束を取り付けたの。だけど私そんな立派なところ行ったことないから一人だと緊張しちゃって。ついて行ってあげたけど、私は店番があるから。母さん、もしよかったらミジナに付き合ってもらえませんか？ありがとうございます。なあ、俺もついて行っていいか？いざ、計画を進めるとなったら材料の調達を任せれるわけです。あらかじめ話を聞いておきたい。もちろんそれじゃあ3人で魔法大学へ向かいましょう。タタル商店。漢字のタタルは出てきてないですけど。あ、オッケー。メジナと話す。はい、魔法大学ですね。いや、しばらくこれをかけたまんまになりそうですよね。魔法大学。もうヒット感がかなりララに合ってますね。このリュック。ああ、いるわ、ここにいるわ、同じのがいた。こんなとこにいたわ。ちょっとこれ撮ってるわ。まさにこれですよね。まさにこれです。ちょっと待ってね。じゃあこれでいいか。ね、これは。まあ、そっか。この時点でグリーナーっての流れになってたから、そっか。グリーナーイコールこれを背負ってるですね。なるほど。どこに行けばいいんだ？どこだよ？場所がわかんないですね。こっちですか？木王子です。おかんが俺が生まれる前に階段にこけたらしく、ケツにあざが少し残ってるんですよね。違うな。ひどい話だ。ここじゃねえわ。泣き。これか。これだ。はい。神殿みたいな大きな建物ですね。やっぱり一人で来なくて正解でした。ああ、それで事前にお約束を取り付けていたのは、キーアリアポーさんという方で、ここで待っていればいいはず。キーアリアポーかよ。
お待たせしました。大繁盛商店の方ですね。荒川さんも一緒でしたが、商店に関わってらっしゃったのは顔広いですね。いや。私、メジナって言います。本日はお時間いただき誠にありがとうございます。そんなにかしこまらなくて大丈夫ですよ。由緒正しき学部といえ、勉学や研究のことしか頭になくて、ちょっと変わった人たちばかりですから。それで一体どのようなご用件で？タタル商店の件ですか。なるほど。研究者たちにどのような衣服を求められているか、現場の生の意見を。それなら私ではなく、各部、学部の皆さんに尋ねるのが良いかと。質問に答えてくれそうな方々を呼んできますので、あちらのコードでお待ちください。バーさんシワ生えてますそうね。やっぱり考古学が遺跡の発掘が主な仕事だから観光用に適した服装だと助かるけれど。赤道直下の砂漠もあれば冷たいで固定の、遺跡もあるでしょう。厳しい環境のおかげで毎回ボロボロになっちゃうから正直いつも使い捨てのつもりで安物の服を着ているのよ。機材の調達や異物の買い取りもお金を使うから服を新調する余裕がないというのは本音かしら。あまり参考にならなくてごめんなさいね。意識新調するのはお金がかかりますので、つまり、値段を安くする必要がありそうかな。天文学部はどんな服が欲しいかですか？どうしよう。服のことなんて全然わからないぞ。でしょうね。その、天体観測は、星紙をよく見える夜間に、周囲に隠蔽、遮陰物のない、山頂を行うことが多いんですよ。なので、風が引かないように暖かい服であることが必須かと。もうすでにそういう服装でやってるってことだよな。じゃあ、特に新しい服が必要ないのかな。医学部は何と言っても清潔であることが大切です。抗菌加工は必須ですし、付着した薬品の汚れが落ちやすいと助かります。栄養学を学んでいる身からすると調理する際に動きやすい服装が普及すれば、シャランジも料理に興味を持ってくれるかもしれません。というのは結構です。文化学では研究に必要なものは自分たちで作ってしまう。作るんかい。正確には短金教授はなんですけど、必要に迫られた時人はどんな風に行動するか、それを実践してみることが僕らの研究なんだよって。ズバリエーテル酔いを防ぐ服。それしかないだろ。待ってよ、それはうちの研究してることを開発すべきか。だから今やってる研究に目処が立ってないからじゃないと、時間も人も予算もまるで身動きが取れないしな。最終的に服はなんかもらえるんですかね、これ。もうこいつらみんな見た目一緒っすからね。いかがでした？何か参考になる話が聞けましたか？それが見事に皆さん意見がバラバラで、お仕事によって必要とされるのは全然違うんですね。魔法大学はただでさえ多くの学部がありますから、通常の学生だったら座学が基本でしょうけど、制服のことだけ考えればいいですけど。真剣にやるならもっと詳しく調べなければ。一括りに研究者向けの装飾なんて簡単に考えていたのは恥ずかしいです。では私たちはこれで失礼いたします。お時間をいただきありがとうございました。
着眼点はいいと思ったんだけどな。蓋を開けてみれば具体性がなくてかなりふわっとした提案だったみたい。きっとタタルさんこうなることが最初から分かっていて、あえて私に、調べさせたんですね。タタルさんなりに、不良してくれたんだよ。お前を、強く剣となすためにな。その言葉はどっかで来たよ。ナザーの民が大事にしている、神々の最初の、教えの一節です。覚えてませんか？パーラカの里から避難した私たちが自ら奮い立たせるために唱えたんですけど。俺たちは真珠様に祈りをしますが、苦難からの救済を求めているわけではありません。重要なら神々の教えにのっとり、自らの振る舞いを正そうとする思い。それによって日々苦しい状況の中でも強く生きていけるんですよ。でも私はハズターダが言ってくれたみたいに今状況を教えなんて、なぞらえるなんて思いもしなかったな。シャーリアに来てタタルさんの下で働かせてもらって、世界中の人々や文化を触れられてるけど、そのせいか、自分の心の拠り所を忘れちゃってたみたい。仕方ないさ、それだけ世界を繋ぐという仕事に打ち込んでいたんだろう。各いう俺も守護者になるっていう目標があったのに、最近はその思いもどっか宙ぶらりんで。不思議なものだな。俺たちが大事にしていた暮らし方だって、真珠様に身近にいるかどうかは関係ないはず。それなのに教えのことを言うと忘れつつあるなんて、心がサビナ島から離れちゃってることなのかも。だとしたら今一度教えを強く意識し合わすためにも、パーラカの里に帰った方がいいかもしれない。そうなのかもしれない。だけど急にお店を離れたら迷惑かかっちゃうよね。でもこのままお店の行為を甘え続けもよくはないが、一応タタルさんに話してみよう。パーラカの里ってラザハのとこっすよね。週末を襲われた。タタル来んのかな？タタルさん、もうすぐこちらに顔を出すってバルサルードの連絡あったそうです。さっきのパーラカの、里に帰るときにバルサルードに軽く話してみ直したが、彼女もすぐには決められないみたいで。だからとりあえずタタルさんに相談してみてご意見を伺おうと思います。皆さんお疲れ様です。ハズターダさんもこちらにいらっしゃったんですね。メジナが新商品について考えてるって聞いて、それで一緒に魔法大学まで調査に行ってきたところです。その件なんですが。皆さん望むものがバラバラで、気軽にシャーリアンの研究者を対象になんて言いましたが、もっともっと深く考えないと全然ダメそうでした。それが分かっただけでも大収穫。失敗は成功の母と言いますし、地道に一歩ずつ進んでいくことは大繁盛の秘訣ですよ。モフ王子です。モフさんが噛んでくる時に新たな商品については何も私も考えてますから焦らなくて大丈夫。次は、今は次の試供品配りについての話を。すいません、実はちょっとご相談があるんです。今このタイミングで話しておくべきかと。お世話になっている点は言いにくいんですが、俺たちそろそろパーラカの里に戻るべきじゃないかって悩んでまして。と
というのもこちらの生活に慣れすぎるあまり、心がサベネアから離れてしまっていると思うことがあるんです。そういう気持ちのまま仕事を続けていてもご迷惑をかけることもないそうですし、いっそおいとまをいただくのがいいのかなって。避難してきた俺たちを、受け入れてくれることを感謝してもしきれません。ただやっぱり俺たちはサベネアの民だから。なるほど、事情はわかりました。他のお二人も同じ考えでしょうか。私は次の商品を形にできたらなと思ってたから、パズダーダに言われます。そんなこと全然。でも悩んでないと言ったら嘘になります。私もすぐには答えを出せません。それに前々から準備していることがあって。そっか、タタルに、そっか、そういう流れでしたね。タタルになんか、プレゼントするっていう流れでしたっけこれ、もともと。天使としてはこのまま残ってほしいところですが、皆さんが貴重ななら支援は惜しみません。そこで次の試供品配りの行き先をパーラクの里にします。カールさんだけでなくメリナさんたちも現地への同行。迷いがあるなら決断を下す前に一度里に戻ってみて、ご自分のこれからについて考えてみると良いと思います。カールさんには彼女たちがどう暮らしていくべきか助言をお願いしたいです。中立かつグローバルな視点の意見も大事だと思いますね。任しとき。私はここで店番をしているからメジナとハズダーダで行ってきて。では皆さんの出発の準備をしていきます。じゃあ俺も手伝います。期間が空きすぎちゃうんで忘れちゃうんですね、この辺の話は。ね、これから私たちがどうなるにしてもタタルさんのネックレスの修理化を終わらせてあげない。これっすよね。これが元々の目的だったんですね。終わらせておかなきゃ。ちなみにタタルは来るんですかね、新大陸に。カーさんのおかげで大繁盛商店と世界が繋がった絆の証、修復のための部品はいろいろ集まってたよね。もう立派に修復できると思う。それでどうやって修復するかなんだけど、タタルさんが昔働いてたっていうウルダ派の、宝石商に依頼してみるっていうのはどうかな。タタルの縁にある人なら任せられる。ですよね。きっと素敵な品に仕立ててくれますよ。じゃあネックレスの件をバルサルードに任せて、私たちも地震の都へ行きましょう。オッケー。これで今回最後ってことは、この件は完結するってことですよね。このネックレス修復の件は。どういう感じで終わるのかちょっと楽しみですね。じゃあ地震の港。シャーヤの方々に導かれ、ガレマルドを経由して初めてこの町に来たことのことを思い出します。絶望に負けないよう励まし合いながら逃げてきた俺たちを温かく迎えてくれたのがタタルさんでした。大繁盛商店で忙しく働くうちに自然と不安も薄れていって。でもふと頭をよぎるんです。あの時俺にもっと力があれば一人でも多くの命を取れたかもしれない。取れた、守れたかもしれない。そして今の自分がやるべきなのは里に戻り、守護者になるという目標のために努力することじゃないかって。そういう思いがずっとぐるぐるしてるんです。だから自分の気持ちをはっきりさせるために一度里帰りさせてもらいますのでよろしくお願いします。まずは船でユムサロミーさんに行き、そこから飛空艇ラザーに行くんでしたね。それじゃあ出発しましょう。これ現地に行くって流れじゃねえのかよ。リムサロミーさんを経由するって流れになってますけど。
ああ、もうついたわ。ショートカットですね。クソが変わってる。なるほどね。暑いからか。暑いからクソが違うんだ。うわぁ、サビナ島に帰ってきたんだね。と言っても実は私、パーラカの里の外には滅多に出たことがなくて、なぜ都のことが右も左もわからないんだけど。俺たちもみんなそうだよ。巡礼者の警備は寺院の都市点検がするのが守護者の役目。里を長く離れる事態なんだ。本来ありえないことだ。逆にそこに暮らす人たちは、寺院に油出てる。火出てるために、わざわざ危険の道のりを多くしなきゃいけないわけだ。それはそれで大変そうだな。港の中の、寺院があれば、参拝も、楽だろうけど、さすがにそんなことは無理だし、さすがに、何かみんなの助けになることができたらいいね。港を出れば、あとは道のりはわかりますので、パーラカの里へ落ち合いましょう。パーラカの里になってね。やっぱここっすよね。てん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 。これか？これですかね。ただいまパーラカの里。無事に里まで戻ってこられました。状況を知りたいので、まずは佐藤さんに会いましょう。佐藤さん。おう、アズターだ。それにメジアも。シャーレアに避難してからずっと心配してたが、よくぞ戻ってきた。みんな元気で、私たち今はタタルさんという方に雇ってもらってて、里には仕事の関係で一時的に帰ってこられた。そうだったか、元気でやってるのは何よりだ。あの週末の騒動のことから皆の里帰りまであなたには本当に世話になりましたが、里をさして感謝を伝えさせていただきます。それで今日はどういったご用件で？ほうほう、これはまた見事なしな。ここは守護者の里、良質な装備は欠かせませんから、試供品ということでしたらありがたく頂戴いたしましょう。何かお返しできれば良いのですが、見ての通り、もてなしとは無縁の里でした。里の暮らしは随分落ち着いたみたいだね。聖戦士団が護衛してくださっていることもあって、少しずつ平穏が戻りつつあるよ。よかった。ああ、さあ佐藤さん、俺たちがここに来た理由、実は仕事以外にもあるんだ。心が錆びながら腹のいてしまったのではないかと、今一度己の気持ちを確かめたいと。気持ちが移り変わるなら生きていれば当たり前。それでもこうして里のことを気にかけてくれているのは、お前たちの心はちゃんとこの地に繋がっているよ。でもまだ復興はこれからなんだ。元通りにするためには遠くから気にかけるだけじゃなくて、こっちには一手間が必要なんじゃ。残念だが元通りにはできん。失われた命までは戻らないからな。この話が出たから言うんだが、各有私も最近いろいろと悩んでいるんだ。パーラカの里のあり方についてだ。知っての通りここは守護者たちが暮らす場所。その主な役目の一つに神殿の維持がある。しかし重要なのは教えを、後世に伝えることであって、パーラカの里をこれまで通り維持することではない。別のやり方で人々の信仰を守られるのであれば、新しいやり方を目指してもいいと思わないかね。守護者もパーラカの里も。ブックオフのアプリの100円引きクーポンおすすめです。もちろんそのような先の未来の話だけでなく、もっと切実に今何をすべきかという問題もある。お前たちが戻ってきてくれるのはなおのことを考えなければ。里に戻るかどうかじゃなくて、戻った後で何をするか。
そういうことを考えないままただ戻ってくるわけにはいかないよね。何、外の世界を見てきたお前さんたちなら、里の新しいあり方について妙案が思いつくかもしれない。せっかく訪ねてくれたのだし、少し里の港の話していかないか。それでひらめいたことがあったなら、ぜひとも教えてほしい。うん。あ、来たね。なんかもらえますね。大繁盛の輪を永遠に。俺今後のことをちゃんと考えたいとか言っておきまえ自分のことばっかりだったよね。何のために守護者になるのかそこまで考えたら、里に戻ってからすべきことも見えたはずなのに。でもさ、佐藤さんも言っていたけど、私たちだから思いつくことあるかもしれないじゃない。それに母さんもいるし、みんなで知恵を絞ればきっとなんとかなるよ。そうだな、ここで立ち止まっても仕方ない。まずは里のみんなに話を聞いてからにしよう。同行ですか。同行ですね。俺やメジャーだと思い出話の話を探してしまいそうです。すみませんが、あなたから話を聞き出してもらえませんか。俺たちは隣で話を聞くようにします。で、それが終わった後に行きたい場所があるんだけどいいかな。すぐ、急ぐ旅じゃないし大丈夫だと思うが、いずれにせよまずは里のみんなからしっかり話を聞こう。OK。ちょっと待って、会話してから行きましょう。あ、じゃあ会話してみましょうか。この服装が欲しいですね。この服装が欲しいですね。これが一番欲しいわ。棒あたり。ああ、お前さんたち、まあまあよく帰ってきたんで。確か里は今人手不足だから若い人たちが戻ってきてくれるのは大歓迎だよ。ただそれを義務として考えてほしくないのさ。もちろん守護者の務めを思ってくれるのは嬉しいが、にしたって方法は一つじゃないよ。街に移って暮らしているものの中にある化石の一部を、記者して、守護者を支えてくれているものもいる。彼らだってこの森を守る立派な守護者だと思うがね。里の外で働く守護者なんてそんなこと考えたこともなかった。ケリーとさ。さっき佐藤さん装備がどうとか話してなかった。私は織物職人でさ、守護者のための防具を作ってるからそういう話ちょっと興味があるのさ。世界中の職人たちの技術の枠を、集めた品だって、ぜひ参考にさせてもらいたいな。っていうのは私が作った防具じゃみんなも守れなかったから。古来伝統のパワーラカの技術だけ頼るんじゃなくて、島外の、当該の知識も、積極的に取り入れるべきだろうね。助けないけど作るより買った方が早いってことさえあるかも。だからそのためには先立つものが必要で、全くうまくいかないもんだね。里の外から業種が来ることがあっても、ここで、生み出した品を売って、金変えたりはしないから、何か特産品でもあればいいんだわ。もう一人はこんなかいた。もつ。話を聞きたい。それはもちろん構いませんが。やはり週末の騒ぎは過ぎ去った今も、心の傷が癒えない人をどう支援していくかは問題かと。悲しみを無理に乗り越える必要はありません。共に寄り添い続けることが大事でしょう。外の民であれば共に自衛的出るなどして、教えを大事にする手伝いもできるんですが、当が避難していった方がさすがに難しくて。そうだよね。避難した仲間の中にもまだ辛い思いしている人がいるし、いつでも教えを、意識した暮らしができたらいい。いろんな話が聞きましたね。それを踏まえて今後の課題を整理したいところですが、どっか行きたい場所があるんだって。せっかくサベネア島前に戻ってこれたんですね。プルシャ G に行けたらなって。ああ、そうか、そうだよね。俺もみんなに会いたいし行こうか。
風車寺院までの道中、魔物に襲われるかもしれません。すみませんが、俺たちの護衛をお願いします。吹き出しがありますね。この吹き出しまず行きましょうか。これ絡まれたら解除しないとダメっすね。マクロが見えてねえもん。NPC 誰だよ。NPC あれプレイヤーか。やべ、絡んだ。絡んだ。いい。あ、オッケー。みんな絡むからめんどくさいですね。ほら来た。ついてきてる。到着。あれから随分時間過ぎてすっかり遅くなっちゃった。でもこうしてちゃんと帰ってきたよ。ただいまお父さんお母さん。先祖の魂があると言われている場所なんです。俺たちの両親はあの時死んじゃったからそれで。母さんのおかげで私たち無事だよってちゃんと伝えられました。本当にありがとうございます。今後もできる限り会いに来たところだけど、まずはパーラカの里の未来について考えなくちゃな。里は今人手が不足していて、大繁盛商店の装備しかり、どんな活動でも支援は喜ばれるそうだ。まだ心の傷が癒えてない人のケアをしなきゃ。物資を送ればそれで済むって話でもないよね。大事なのは俺たちに何ができるかってことだと思う。できもしないことを言っても仕方がないし。母さんはどう思いますか？大繁盛商店で学んだ経験を生かそう。タタルさん、前に言ってましたよね。ただ品物を提供するだけでなく、取引を通じ絆を結び、世界をつなげたいって。だったらパーラカの里で作った品を大繁盛商店を通じて世界中に届けてみるのはどうかな。なるほど。里の特産品を開発して商売するわけか。それなら外貨を得られるし、使用者の装備も購入できるな。けど一体誰にどんな商品を売ればいいんだ？神獣様にちなんだ、ものはどうでしょう。アクサリーとか、工芸品、日々の暮らしの中で目にしやすいものがいいな。ほら、島の外で暮らしているラザーの人たちはどうしても教えをそれになっちゃうから、私みたいに。そりゃいい。守護者を守る神殿や、墳墓は、神獣様の教えや、聖人たちの生き様を、伝え残すためにある。だとしたら教えや生き方を、思い出せる品を広めるのは守護者として役割も叶っているよな。いけるぞ。この方向でタダルさんに新商品を提案してみよう。
で、これは明治だから出された課題だっていうな。勝手に盛り上がっちゃ悪い。そんなことね、私一人じゃ、うまく考えをまとめられないし、店のことも里のことも一緒に考えてくれて助かるよ。それは新しい商品の計画を立てるってなったら、シャーリアンでかかりっきりになっちゃうよ。ハズダードは里に戻らなくていいの？戻るよ、いつか。でも今は自分にできる最善のやり方で里の未来を守りたい。ありがとう。それじゃ今考えたことを佐藤戦阪神国か。じゃあまださっと当たる焦点を続けるって流れですね。フルシャ寺院も行ってきたそうで、この子たちを守ってください。ありがとうございます。それで里の皆から何か話は聞けたかな。やっぱり問題いくつもありそうだったけど、俺たちなりのやり方で里の未来を作れるかもしれない。なるほど。この里で、神獣様に関する品物を作るか。そういう仕事であれば、戦えないものでも役に立てるし、金が入れば守護者の装備や寺院の修繕費にも当てられる。何より神獣様をいくつも身近に感じられるっていうのがいい。当該で暮らすラザーの人々の信仰を支えることは、里に暮らす者の役目そのものと言っていいだろう。これからのパーラカの里のあり方について、実にお前さんらしい発想は私は賛成だよ。ただそのためには当分シャーリアンで仕事を続けることになりそう。だからこっちで皆を手伝えなくて。それがお前さんたちに見つけた答えなら構わんよ。たとえ苦難が我々を引き離そうとも、神が我々の心を結びつけてくださる。慌ただしくて佐藤さんへ申し訳ないけど、私たちもう行くね。今思いついたことをできるだけ早く実現したいの。詳しいことが決まったらまた連絡するよ。では大繁盛商店に帰りましょう。これで帰れって流れか。帰りましょう。お母さん、私たちはパーラカの里まで行っている間にネックレスの修復が終わったそうですよ。ウルダーの、宝石商さんですか。以前働いていたタダさんのことをバッチリ覚えてて、ご宅の事情もご存知で、喜んで修復に協力してくれました。マハの、川紐と、紅玉館、黒蝶真珠、それにウィルリトさんのローズシェル、それらが丁寧につなぎ合わされていてとても綺麗で。俺も修復の話は聞いていたけど、里に帰っている間にも進めていたとは思わなかったわ。そんな各地の皆さんから寄せられた思い、ぜひカーズさんに最後の仕上げをお願いしたいんです。今まで言ったやつを全部合わせてってことですかね。実は私もどういった形で手に入れたいだろうかずっと考えていたんですが、明治だから新商品の話を聞いてひらめきました。これから私たちが作るのは人々の信仰を大切にする品物。そこでタタルさんの出身国であるウルダハの守護神、昇進ナルザルの印を、刻んでみるのはどうでしょうか。もちろん宝石ではなく台座の方にですけど、来たね、ナルザル。任せてほしい。
宝石の大事に昇進の意を、刻んだ。綺麗にできましたね。これで仕上げも、完了です。タタルさんからこちらに顔を出すと連絡がありました。港まで、お迎えに行って旅の報告がてらネックレスも渡しちゃいましょう。さあ、タタルさん喜んでくれますかね。来た。てっこてっこてっこ。わざわざお出迎えありがとうございます。皆さんも試供品配りお疲れ様でしたね。パーラカの里の様子はいかがでしたか？なるほど。守護者の里だから装備の需要はある。けれど今後について考えた他のにも解決すべき問題があり、別の商品の方が求められているはずだと。そこでなんですけど、大繁盛商店の新商品について改めて提案させてください。サベネアの神獣様たちへの侵攻を、想起させているような工芸品を、パーラカの里として共用して開発してみるのはどうでしょう。そういった品が流通すればサベネアと、離れて暮らす人々も日々の暮らしの中で己のあり方に迷わずに済むと思うのです。どうか俺たちにやらせてください。お願いします。サビネア島から世界へ。なんとも大繁盛商店らしい新商品じゃないですか。そうやって一人一人の顧客の思いに寄り添ってこそ、絆が育まれていくのです。母さんが示してくれたように。いい笑顔しますね。どのみち試供品配りそろそろ終了するつもりでした。それでもうちの新商品を作る気満々っていうことは。一時期召喚師になろうとしたタタルさんとえらい違いですよね、今。いろいろ考えたんですけど、里を離れた俺たちだからこそやれることがあると思う。カーバンクに逃げられるっていう。だからもうしばらくの間、大繁盛商店で働かせてください。こちらこそよろしくお願いします。タタルさん、実は日頃の感謝の代わりに私たちみんなから贈り物がありました。さあ、ネックレス。ナルザルの印がついてるんですよね。なんとそんなお使いいただけるなんてありがたく頂戴いたします。このネックレスに使われている、涙型のサファイア、どっかで見覚えが。母さん、これはもしかして私の母のタタラのとこに帰ってきたんだ。ということはやはりこの宝石は母のものなのですね。ああ、まさか再会できる日が来るなんて。このサファイアのレックレスは母が結婚した時に祖母から譲られたものでして、私は結婚する日が来たら受け継いでほしいって微笑みながら話してくれた母の姿をよく覚えています。でもある時父の事業が失敗して借金の家財すべてを持ち去られて、ネックレスもそれっきりでした。モフおじです。普段ラー残念メンながらサフ食べてるァイア以外はのでホットの飲み失われてしまっ物飲む機たそうです。それで会が少ない。試供品配りであった方々の協力を得て、こういう形で修復させてもらいました。各地の皆さんが、なるほど、いつもお母さんから何か受け取っていたのはそういうことでしたかバレてましたね。バレてました。
思えば今の私があるのは多くの出会いが恵まれたおかげ。でその始まりはミーヒーラさん。家計を支えるために奉公していた宝石商に、採掘士時代の彼女が、原石を売りに来ていたのです。彼女の誘いを受けて12後町堺の、活動を手伝うようになってから目まぐるしい日々の連続でした。いろいろなことがありましたが、いろいろな素敵な皆さんに出会えて、しかもネックレスまで戻ってくるなんて。母さんたちが各地で思いを、輪のように繋いでくださったおかげです。本当に本当にありがとうございました。タタルさん涙ぐんでるね。生とはただ美しいものにある。だけど美しい瞬間が確かにあるんだ。これからも楽しい日々ばかりじゃないかもしれない。でもなんとかなるさ、タタルさんもいるんだし。そうだね。ってことはタタルがやっぱここに残るんですかね。それじゃいつまでも留守にしてられないし、みんなで大繁盛商店に戻りましょう。よし、それじゃあ早速新たな販売計画を指導させていきますよ。もう暁は解散してますもんね。母さん、今回の件も含めて各国への試供品具合本当にありがとうございました。私たちがぜひともお礼をしたいところなんですが。それについては抜かりなく準備してあるのです。なんちゅう名人。きっと母さんはこれからも世界中を巡っていくはず。安全に旅を続け、まだ見ぬ土地へ新たに出会う人々と絆を結んでいってほしいという願いも込めて、新しいチョコボ兆候をこのタタル密かに手作りしてました。いや、まさかのチョコボ用かよ。そうきたか。さて、世界中からそういうの注文が舞い込んできている上に、パーラガンさんと組んでの新商品開発、忙しくなることは必至です。しかし、メジナさん、バルサルードさん、ハズダーザさん、一人一人でこの店をね、掲げる理念に共感し、たくましく成長してくれた今、憂いはありません。だから、タタルの大繁盛商店はこれからも末永くやっていけると思います。と、威勢のいい単価を切ってはみましたが、それでももしまた何かあったら。母さん、その時はよろしくお願いします。いや、倒れてる兵士がすげえ気になるんですけど。ポートレート。タタル用のポートレートゲットしたぞ。ちょっと待って。セットしてみましょうか。ポートレート。よいしょ。よいしょ。で、ポートレートどっからやるんでしたっけ？どっからやるんでしたっけ、ポートレート。もう忘れちゃいましたね。これか。ちょうど賢者なんで編集にして、たまには変えましょう。ディープダンジョンになってますかね。これがどれになるんだどれ
どれだよ。わかんねえ。たたる大繁盛ですよ。そんなもんないんですけど。こっちってことですかね。いや、ねえっちゅう。どこだよ、たたる大繁盛。ねえ。いや、どれだよ、わかんねえよ。アドベンチャラープレートがこっちじゃねえのかってことっすかね。こっちってことか。なるほど。そういうことね。あった。ありました、ありました。なるほどね。こういう感じになるんですね。面白いですね。スマホのケースみたいになったね。スマホのケースだわ、これ。たまには買えますか。よし。で、もうこれよくって、あとチョコボですね。チョコボだから、黄色に出ないとダメっすね。この外出ましょうか。ラビリンソス。ちょっと待って、ちょっとこの二人話してねえよ。話してねえよ。会話できないんだ。ラビリンソス出ましょうか。で、チョコボにセットしないとですね。もういろいろ忘れちゃいますよね。バディですよね。バディ。これか。バディの外見を、今、寝込みになってんの？どれになってんの？どれだこれ。どれだよ。ウェイファーラーバード。ウェイファーラーバード。ウェイファーラーバード。いや、ないんですけど。なんだよ、どこにあんだよ。これか、これだ。まず自分のバディを呼んでからにするか、じゃあ。ウェイファーラーバードに着替えます。なるほどね。グリーナー用になったってことですかね。グリーナー用になったな。だからこの今の装備に合うからですかね。で、実際乗ると、ちょっと乗るのがねえよ。マウントが用意されてねえよ。まあいっか。このまま取ればいいか。オフオジです。昔は攻略本必須でしたが今は攻略サイトがあるから本当に買わなくなりましたね。コード入力目当てのぐらいですかね。向こうにグリーナーいるけどね。でかいグリーナー。
かいねえけど。まあこの辺でいっか。適当に。てん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 。いやー、やりきったね。やりきったなんだかんだ3時間やりましたね。なるほどね。こう、後ろ向きで撮ると、尻尾振りの時に表向くのか。なるほどね。いやー、満足ですね。楽しかったです。いやー、行月終わりましたね。終わりました。他にやることありますけどね。どうすかあれ、無人島は各自にしますかあと残ってんの無人島のあれですね、クエストぐらいですね。今残ってんの。まああれはでも、あれは結局ソロでやんなきゃいけねえから、まあ各自でいいっすよね。なんで次回2人でやるときは、なんでしょう。あれかな。妄言ツールあたりですかね。妄言ツール。優先的には妄言ツールやって、その後にサブやるとか、サブのメインクやるとか、そういう流れだった気がしますね。まあちょっとこの辺は、まあ後々ですね、ひよこさんと話して、うまく調整しま
しときますと。というわけで、配信は終わりましょうか。1時半なんでちょうどいいですね。というわけで、次回もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、拡散などをお願いします。また Twitch フォローもお願いします。